いしょ。どうですか、ヤシの木を添えて。こんなところがあるのは昨日知らなかったよ。ソルト、スパイスって人形、そっちかーい。ももちゃん2個。あー、かわいいけど突然のガイドですよ。これマクドナルドみたいです。キラキラワタミをお見せしようかなと思います。おじさんまでもエモい。22ラリー連れてきてもらいました。家賃とかめっちゃ下がるから、お茶菓子みたいな感じの、せーの、はい、ちょっとし皆さんおはようございます。今現在私はね、ジョージアという国のバトミというところに来ています。で、バトミどこにあるかっていうと、首都のトビリシから260キロ離れたところにいます。でね、このバトミは人口が20万人いるみたいで、ジョージア全体だと370万人いるんだけど、まあ20万人だからちょっと少ないかなっていう感じなんだけどね、バトミすごくて、まず黒海が見れる場所として知られていて、ここの場所はね、黒海のラスベガスと呼ばれているみたいです。でね、今私はね、旧市街エリアにいるんですが、バトミはね、まず4つのエリアに分かれるんだけど、旧市街エリア、キラキラエリア、シーサイドエリア、あと市場エリアという4つの区間に分かれます。で、今から早速ね、黒海に行ってみようと思います。で、旧市街のね、街並みは本当にヨーロッパっていう感じで、こんな感じでやっぱね、バトミはリゾート地区で結構栄えてるとこなんで、交通量が結構多いなっていう感じですね。で、ほぼほぼ天気はね、雨とか曇りが多いんだけど、まあ、今日もね、結構お天気雨が朝から多くて、今のところ晴れてるかなっていうような感じです。こういう感じでちょっとヨーロッパ感あるような落書きチックな、壁があったりだとか、まあ、クラクションの音はね結構プー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 うるさいんですが、まあ、道路自体は結構そんな荒れてるわけでもなく、意外と舗装されてて歩きやすい。さ、歩道にこういう感じで大きなトラックが止まってて通れないんですね。そういう時はこういう細道をね行けるかな。この道すごいよね、こんなところに止めちゃうの。よいしょ。ここにはなんかリーバイスとかもありますよ。リーバイス、昨日の午前中に私こっちのバトミに到着したの。クタイシっていうところに1ヶ月以上滞在してて、バトミまで4時間ぐらいかけて列車で来たっていう感じです。で、クタイシからねバトミまで来るまでは列車が一番最安で2ラリしかかかんないんですね。だから本当に120円とかそんぐらいしかかかんないで来れました。昨日私ね列車からね降りた時にすぐ目の前に黒海が広がってて、ちょっと私見ちゃって一人で楽しんだんですが、今日はね皆さんと一緒に観光したと思うんでついてきてくださいね。すごいほら交通量。あとね見てほら、リゾート地区っていう感じの葉っぱさんがいますね。ヤシの木のような。すごいすごい。はい、この交通量で、ここら辺もなんかやっぱりショッピングモールとかが立ち並んでいるんですが、すごいやっぱりね人が多いからわんさかしてますね。ほら、ああいう業者さんたちも頑張ってます。へばりついて。ほんでバトミ面白いのはこういう感じでね、鳥さんの木があるんですね。可愛いよね。で、ああいう大きなね建物があるんですが、あれはカジノです。だいたいバトミのめちゃめちゃ高い高層ビルみたいなやつは調べたところ全部カジノでした。ほら、こういう感じで鳥さんのお家がたくさんあります。はいはい、今ちょっとね寄り道してるんだけど、右側行けばねもうすぐ5分ぐらい歩けば黒海なんですが、今ここの私いるまっすぐ通りあるでしょ。ここね 7km にわたる海沿いのプロムナードっていう感じで散歩道になってます。で、ここの周りにはね憩いの場みたいな感じでいろんな木が埋まってますね。はい、この植物たちね4万本もあるらしいです。こういうテーブルがあったりとかして、なんかフェスとかも開かれるみたいなんで、なんかあるんでしょうね。なんかレストランみたいになるのかわかんないんだけど。でね、ここまっすぐ行くとね、今ちょっとちらっと見えるんだけど、噴水とモニュメントがあるらしいから、ちょっとそこまで行ってみようと思います。はいはい、今ね噴水まで来ました。ここの道ねブルーバードっていう通りなんだけど、ここはブルーバードファンクションって言って噴水ですね。こんな感じ。なんか向こうにも丸っちょいね、ちょっと小規模の噴水があるんですが、なんか思ったよりもなんか弱まっちゃった。なんか弱まっちゃったよ。この上から見たら綺麗なんでしょうかね。はい、サプライズみたいな感じでバシャンってなったりとかするのかな。はい、こんな感じでちょっと上から噴水を眺めることもできるみたい。こんな感じで噴水なんかちょっとしょぼいんだけど、私が思ってたのと違うんだけど、なんかバシャーンってならないのかな。なんかこの円から見えますよ。ほら、ここにも噴水がなんかちっちゃいね、しょぼいね。こんな感じで、ここの大きい塔も、カジノです。はい、こんな感じ。なんかほらほら強くなってきた。ほら強くなってきましたよ。足元なんかはこんな感じで、すごいいい自然ですね。とりあえずねここまっすぐ行って、皆さん早く見たいと思うので、黒海ブラックシーに行きたいと思います。噴水の付近にはこんな感じで可愛い象が電柱みたいなやつの上にいて、なんか楽器を持ってる感じですね。ほら、黒海を背になんかすごい体勢になってる妖精さんなんかもいます。はい、今ね来ましたよ、黒海。なんか私昨日向こうから行ったからこういう展望台みたいなところがあるのを知らなかったんだけど、ここからね多分綺麗に黒海が見えるんですね。すごいなんか向こうちょっとちっちゃくて、カメラに収まるか分かんないんだけど、パラセーリングみたいなパラグライダーみたいなやつやってる人がいますね。パラシュートなんか見えます。カラフルなやつ。こういうパラソルも可愛いよね。なんかカラフルで
なんかいいな、楽ちんな乗り物。着きましたよ皆さん、国会。めっちゃ綺麗、めちゃめちゃ綺麗。おー、すごいすごい。はい、皆さん、これが、バトミから眺められる綺麗な国会です。すごいね。なんかこういう感じでやっぱり海に恵まれてるんでね、シーフードなんかはすごい有名みたい。こっからいろいろ見えるね。あれがなんだっけ、なんたらタワー、アルファベットタワーみたいな名前のタワーだった気がします。やっぱこっから見てもわかるけど、ああいうのだとか、ああいう大きなビルだとか、なんか上が結構とんがってる建物は大体カジノっていうことが分かりました。向こうやっぱりさ、高層ビルがすごい立ち並んでるイメージあるでしょ。向こうがキラキラエリアになります。で、今私がいるここのエリアがシーサイドエリアになりまして、で向こう行くと、旧市街のエリアになるっていう感じだね。めっちゃ綺麗だね。心が浄化されます。こんなところがあるのは昨日知らなかったよ。昨日はなんかパラソルがすごい並んでるところで上からなんかこう後ろから綺麗ですねみたいな感じで見てただけだから、すごい綺麗。めちゃめちゃいい感じ。はい、皆さん今心の浄化タイムです。波とともに罪を洗い流してくださいのタイムですよ。こんな感じで、はい、ここがね国会でした。夕方とかもねサンセットすごい綺麗みたいなんで、サンセットの時にもまた来たいなと思います。で、今からねシーサイドエリアの観光スポットみたいなところに行ってみようと思います。すごいよ。今ねここのシーサイドエリアの道をずっとまっすぐ行ってたんだけど、ここにね無料ジムなんかもありますね。ムキムキマッチョのおじさんたちがここで筋トレしてるっていう感じです。でね、ほらバトミにもああいう感じで楽ちんボードの男性がいます。結構ね楽ちんボードを使ってる人は多い印象でした。はい、そういう感じ。いいね。海沿いのマッチョたちがここで、ほらあの人も一回筋トレしたんだろうね。筋トレしてサイクリングっていう感じで、ストイックマンたちがねここに群がるなと思います。こういう感じでバトミにもワンちゃんがいます。お友達見つけたんだ。かわいい。ほらうなってますが、かわいいけど君パッチしてないから触れないよ。やめなさいって感じでですよ。今私がねくるっとシーサイドエリア、歩いてきて見つけました。この大きな塔、これねアルファベットタワーっていうらしいです。この建物はね130メートル高さあるみたいですね。で、2012年に建設されたみたいで200人収容可能みたいですよ。すごい見応えある綺麗な塔ですっていう感じじゃないんだけど、アルファベットタワーって言われるのは多分あれかな、螺旋状になってるところになんか文字が書いてあるんで、あれが多分ジョージアのアルファベットみたいな感じなのかな。パノラマエレベーターがあるらしくて、そこ20ラリで登れるみたいですよ。バトミ一望みたいな感じかな。夜はライトアップされるみたいですけど、とりあえず私は今日ここには行きません。ただ眺めるだけで満足です。で、ああいう感じでさ、パンチングマシンあるでしょ。中央アジアのキルギス、ウズベキスタン、カザフスタンとかにもあったんですが、バトミにもねああいうパンチングマシンみたいなのがありますね。で、あれねパンチングマシンなんであるんだろうなっていうのをね人に聞いたところ、旧ソ連の国だから男の人の力試し、腕試しみたいな、その力を見せつけるみたいなのが文化としてあるみたいで、パンチングマシンもああいう感じでコロコロあるみたいです。なるほどねと思いました。確かにね大きな数字を出した人ほど強いみたいな感じだもんね。一応こういう感じでアルファベットタワーの、周りにはね石でねそべって休みますよみたいなところもあるみたいです。向こうにはなんか遊園地みたいなパークもあるらしくて、ああいう感じで観覧車も見えます。はい、今ねアルファベットタワーがね、こちらに、あるんですが、アルファベットタワーからね5分ぐらい歩いたところにバトミといえばみたいな、バトミの一番のモニュメント的なもの、アリとニノの像みたいなのがありまして、で今そこに向かってるんだけど暑い、日陰ないし、今ね12時ぐらいなんだけどめちゃめちゃ暑い。でも空すごい綺麗だからなんかね気持ちいいんだけど、ほらこういう感じで全然日陰がないです。暑いです。ああいう感じでチャリレンタルとかもあるからね、バトミ観光はすごいチャリで回るのが楽かなと思います。ここから見てもねアルファベットタワーすごい大きいのが分かりますね。130メーター。なんか歩いてたらズンジャガジュンジャガジュンジャガ言ってるレストランみたいなのが出てきましたね。どうですか、ヤシの木を添えてフェスみたいなレストラン。はい、今ねアリとニノの像のところに着きました。じゃじゃん。これがねアリとニノの像って言って結構有名な像なんだけど、2010年に完成して高さが8メートルある像で、愛と団結を表すっていうテーマになっていて、グルジアの彫刻家のね小説に基づいた作品みたいで、障害を乗り越える愛っていうのがテーマになってるらしくて、このね男性と女性の像なんだけど、この像がねちょうど交わるみたいなんだよね。地味に今も動いてんだけどね、くる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 、多分10分に1回ぐらいね多分交差して、交わって離れるっていう、こういう愛をねなんか表してる作品になるみたいで、別でねその瞬間を撮った動画流します。どうぞ。
はい、皆さんどうでしたでしょうか。アリとニノの像すごいよね。なんか本当にゆっくりじわりっていう感じで交わって、なんかバイバイみたいな感じの像になってました。でね、今ここのアリとニノの像の目の前にはなんかボートがたくさんあります。じゃじゃん。ここら辺ボートがたくさん立ち並んでいて、ボートとかパラシュートができるみたいです。で、反対側にはこういう感じでね、街の方には観覧車とかレストランみたいなのが立ち並んでます。で、今から私ね、シーサイドエリア、最後の観光地って感じになるんだけど、昔からあるね、チャチャタワーみたいなのがあるらしくて、そこに来てって思います。ヘイ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 、パイレーツみたいな人がいました。ほら、こういう感じで人々がクルージングするんでしょうね。すごいね。ここの道マジですごいいろんな人が多い。多分みんなアリとニノの像に向かって歩いていくっていう感じだと思うんですが、私は今からね、ここからチャチャタワーというね、ちょっと昔からある噴水みたいなタワーがあるらしくて、そこ向かって歩いていきたいと思います。本当にすごい人だね。今が一番ちょうど繁忙期で、今8月なんですが、一番お客さんがね多い時期です。こういう感じでフルーツが売ってたりもしますね。すごいすごい。バトミは本当にフルーツ野菜が安いです。後ろ見てほら、楽ちん組がいます。楽ちん組。はいはい、今ねチャチャタワー着きました。じゃじゃん。ちょっと遠いんだけど、遠くからじゃないとちょっと収まらなかったんで下がってきましたが、ここがね時計塔になってるみたいで、チャチャクロックタワーとかって言われるみたいです。高さが25メートルあって、2010年に市議会によって100万ラリかけて作られたっていう時計塔になってますね。はい、近くで見るとね、こんな感じで、25メートルの、チャチャタワーっていう感じなんですが、これね昔までね周りの噴水からチャチャが出てたなって。4つねこの池みたいな箱があるじゃない。あそこから、チャチャを還元させるシステムがねまだ整ってる時はチャチャがね出てたらしいんだけど、今はもう全然出てないみたいですね。チャチャ飲みたかったな。で、今私ね向こうの、さっきの黒海のシーサイドからぐるーっとアリとニノの像を見て、クロックタワーって今来たんですが、一応ねシーサイドエリアの観光はこんな感じで、次ね私が見に行きたいのは、旧市街ですね。ここから歩いてね10分ぐらいかなしたところに旧市街のヨーロッパエリアがあるらしいんで、ヨーロッパ広場に行ってみたいと思います。シーサイドエリアと、旧市街の境の道にはこういう感じで可愛らしい、雑貨屋さん、バッグ屋さんなんかも、並んでます。はい、今ねヨーロッパ広場に着きました。で、ここはね19世紀後半に建てられた広場みたいで、本当にね中世っていうか、なんだろう、ヨーロッパ感がすごい広場になってます。建物とか時計があったりだとか、真ん中にはああいう感じで噴水があったりしますね。もともとまた違う名前だったんだけど、1997年に名前が変更されて、ジョージアのヨーロッパへの憧れを感じるね、ヨーロッパスクエアっていう名前になったみたいです。でね、この広場の中心、像だね。像は何かっていうとね、コルキスの女王メディア像って言いまして、彼女のね手に持ってる金あるでしょ。あれはなんかね黄金の羊の毛みたいです。ギリシャ神話のコルキスの女王メディアを描いてて、手に持ってるのはね金メッキの羊の毛みたいで、メディアとアルゴ船で金の羊を持ち去るジェイソンを描写したものらしいです。ジョージアの豊かさとヨーロッパのつながりを象徴してるみたいなんですけれど、私にはさっぱりというような感じで、バイクも入れるんだねここの広場。噴水には可愛い子供たちがたくさんいます。近くまで行ってみましょうか。かわいい。キャッキャキャッキャー。私も入れていいね噴水。なんか私も入りたいよここの噴水。いいすごいいい。なんかああいう楽ちんボードまで入っちゃうんだね。ほら、なんかグッチ少年までいますよ。グッチ着てる少年。ペタ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 で、あれが、メディア像っていう感じですね。なんかいい感じでジュエリーショップがあったりだとか、こういう建物がKFC ってかで、あれケンタッキーだね。ファストフード店が入ってる建物があったりだとかで、カジノがどこでも目立っちゃうみたいな感じです。こんな感じ。なんか特に私はギリシャ神話とか詳しくないんだけど、あれがメディアみたいです。ちょっと暑いんでね、次のスポット行きたいと思います。はい、今ね旧市街観光してて、今ヨーロッパエリア行ってきたじゃないですか。今12時半ぐらいなんだけど、ちょっとお腹空いちゃったんで、ここら辺でねちょっと評価のいいカフェみたいなところに入ろうと思います。はい、今ね着きました。ちょっとね評価がいい、結構ねお手軽に美味しいのが食べれるよっていうお店です。じゃじゃん、ここですね。エレラっていうのかな。エレラ、ちょっとすっごい空いてて、なんか大丈夫かなっていう感じだけど、ちょっと入ってみようと思います。はい、今ね入りました。ちょっとねごめんなさい、結構暗め、思ってたよりも暗めすぎた。でね、今下でいいかなって言って下降りてきて、今この席に座ってるっていうような感じです。はい、今ねメニューもらいました。でメニュー見てる感じでね結構安めです。いろんなレストランとかも見てみましたが、ここ結構ねメニュー半額ぐらいでお安く食べれるなっていうイメージです。英語表記あるんで、ちょっと適当に頼んでみたいと思います。ちょっとねあんまり大きい声で喋れないんだけど、ワイン飲みたくて、ワインとりあえず今届いたんだけど、4ラリーのね、赤ワイン、これで4ラリーだよ。めっちゃ安いよね。頼みました。ワインだけ飲んじゃうと思います。はい、じゃあちょっとねアングル的にちょっと変なんだけど、光も入ってこないし、なんか写
静かめにね、本当はテラスとかで食べたかったんだけどさ、暑すぎて室内入っちゃった。皆さんじゃあ昼飲みですが乾杯。ドライレッドワインとかあったから、ちょっとやっぱりねドライです。ドライ美味しい。私の料理いつ来るんだろう。そうそう、動画内であんまりグルジア料理って食べてない気がして、バトゥミにね有名なグルジア料理があって、それがねハチャプリっていう料理で、パンにチーズが入ってるみたいな、なんかこういう船の形したパンがあるんだけど、それが有名らしくてね、それを頼みました。多分今発酵させてるのかな。30分ぐらい待ってるんだけど全然いいんですけど、ちょっとこの調子でねワインなくさずにハチャプリ待ちたいと思います。はい、今ねハチャプリ届きました。はい、ハチャプリさんです。これねスモールミディアムってあって、ミディアムでちょっと大きめのやつにしたんだけど、これがねグルジア料理有名な、バトゥミ有名ご当地名物の、ハチャプリというね、パンの中にチーズがあるっていうような食べ物になります。じゃあこちらのねハチャプリ料理、食べていきます。ハチャプリ料理っていうかハチャプリいただきます。このねハチャプリの食べ方どうやって食べるんだろうって思ってちょっと調べてみたんだけど、最初にねなんかねここのパンを取って混ぜるらしい。こうやってあららら卵とチーズって感じかな。でこれを、食べて楽しむらしいです。ではね今ちょっとこのちょっと取ったやついただきます。なんかバターもらった。バターこれ上に乗せるってことかな。ちょっとバター乗せてみますね。ごめんなさいね、ちょっと今バターを、切って半分入れてみるところです。なんかすごいなんか溶けちゃってる。すごい溶けちゃって、食べ方があまりよくわかんないんだけど、多分胃の中に入っちゃえば同じなんで、自己流の食べ方でいいと思うんですが、このちぎったパンにナイフでこう乗せましていただきます。これねすごいよ。本当にチーズのカマンベールのチーズ臭みたいなのがするから、もうどうしてもワイン飲みたくなっちゃうわけ。美味しい。これやばい。結構な量ある。本当にボリューミーです。うわーうまい。カメラのアングルこれで合ってる？大丈夫？これを切ります。でこれをナイフでふんだんに乗せまして、あんま乗らないんですがいただきます。やばい、うますぎ。結構さハチャプリもお店によって変わってくるらしいんだけど、味とかね、ここやばいです。しかも10ラリでこのボリューム550円ぐらい。やばすぎない？毎日食べたいもん。私多分ねここ通います。これにワインだよね。これにワイン一応ねここのお店はグルジア料理とあとギリシャ料理があった。うまい。とりあえずねこんな感じであと半分ちょっと残ってるんですが、こちらのワインとねゆっくり食べていきたいと思います。はい、ではまた。はい、今食べました。ごちそうさまでした。完食です。はい、ワインも綺麗に飲みました。めっちゃ美味しかったです。はい、めっちゃね美味しかったです。でねびっくりすることにサービス料かかってなくて合計14ラリでした。でカード払いもね一応いけました。エッラータっていうところかな。ここすごいおすすめですよ。でねお会計のところにアンガリシモミタネトってお会計お願いしますって意味なんだけど、アンガリシモミタネトって言ったらすごい喜んでくれた。なんでねその現地の言葉、もしねジョージアに来てお会計するときアンガリシモミタネトって言えばお会計お願いしますって意味だからすごい喜んでもらえると思います。それではねお腹も結構膨れてお腹いっぱいになってね美味しい食事もできたのですごい満足なんで、今からここから歩いて5分ぐらいの距離にある広場に行きたいと思います。はい、今ね着きました。バトゥミピアッツァスクエアみたいなとこです。はい、ここがねイタリアのルネサンス様式をモチーフにして作られたデザインみたいです。ジョージアの建築家が作って2009年に建築始めて2010年に完成したみたいですね。こんな感じで周り周辺にはねレストランとかカフェがすごく多いイメージです。なんかすごい大きな時計塔があるんですね。これをみんな写真撮ってるっていう感じだ。なんか誰もいない。ほらコンサートがありますよ。誰もいない。オーディエンスも0人。ここなんかホテルになってるんだね。あそこはレストラン。ここなんだろう。ここもホテルなんだ。ホテルピアッツァっていう多分ピアッツァのホテルみたいな感じなんですね。これはなんかお高そう。時刻見ると分かりますが今が2時半になるところですね。すごい綺麗で落ち着いてる。なんか人気な広場らしいですが意外とこじんまりしてる感じかな。中心にはこういう感じで丸い円があります。何の絵なのかは分かりません。はい、こんな感じでした。特に見どころはないかな。なんかここら辺で多分、なんかこういうちょっとクラシックっぽい音楽聴きながらレストランとかカフェでちょっとゆっくりするくらいがちょうどいいんだと思います。特になんかめっちゃ見るものとかはないですね。この時計塔ぐらいかな。これしかないです。ここら辺なんかねほらインスタグラマーとかがちらほらいたりとかで、なんか白い服でなんか私華やかですみたいな感じで写真撮ってるんですけど、こんな感じですね。次ねちょっと私行きたいところはね、今シーサイドエリア観光して、その次に今ここにいる、旧市街エリア観光したじゃないですか。あと残るはですよキラキラエリアとあと市場エリアになるんですが、今から行くのは市場エリアです。ちょっと離れてるからバスで行こうと思うんですが、そちら向かいたいと思います。それではなんたらスクエアでした。
はい、バトミにもねこういう感じでいろんなウォールアートがすごい多くて、私の大好きな、バットマンいました。マーベルシリーズのすごいかっこいい。で今ちょっと私ねバス停向かってるんですけど、バトミのバスがめっちゃ安くてびっくりしたんだけどね、飛び出しでさ使ってた飛び出しカードとかあるじゃん。あれと同じでバトミにもバトミカードっていうのがあるらしいんですね。交通機関で使えるよっていう。飛び出しで使ってたやつも一応バトミで使えるみたいなんで、私それ使ってもいいんだけど、それね支払うとなんと 0.3 ラリーなんて15円とかそんぐらいだと思います。すごくない？めっちゃ安いよね。で昨日駅に着いてからホステルに向かうよっていう時にクレジットカード携帯のモバイルペイで払ったんだけど、その時はね0.8 ラリーだった。それでもやっぱり日本円で45円ぐらいだからめちゃめちゃ安いよね。はいって話です。一応ねバトミではすごい安くバスに乗れるんで、バス移動も意外とね楽ちんなんでおすすめです。はいはい、今ねバス停着いたんだけど、これバトミもね久大使もこういう感じでねバスがあと何分後に来ますよっていうのがねちゃんと電光掲示板で表示されるからすごい分かりやすいなって思います。ヤンデックスマップっていうので、バスのルートとか調べれるんですけど、Google マップは使えないからねヤンデックスマップで一応見れるんだけど、私が乗りたいの1番っていうバスで今一番上のやつだね。あと3分後に来ますよっていう風に表示されててすごい分かりやすいですね。そうそう、だからジョージア観光来るときはヤンデックスマップっていうアプリ入れとくとすごい便利です。はい、おすすめです。って感じであと3分待って行きたいと思います。来ましたね。はい、私はこの壊れた iPhone でピーします。はいはい、今着きました。何やってんのあら、まだらま撮ってほしかったみたいです。で今ねこっち市場でなんかすごい貨物船みたいなね多分なんかを運んでるんだけど、なんかいろいろこういう感じで列車があるんですね。でこういう感じでいろいろ果物が売ってたりするんだけど、そうびっくりすることがあって、青いバスで来たんだけど結構さルートが外れて遠回りしたりとかっていうことは前もあったから、案の定やっぱりルートが外れて全然違う道走ってんなって感じだったけど、なんとねうんちゃんが降りて、でみんながなんだみたいになって、おじさんがね呼びに行ったらタバコ吸ってたなって、何十人っていう乗客を乗せておっちゃん一人でタバコ吸いに行っちゃって、で20分ぐらいね帰ってこなくて、なんか結構降りた人がいて、うちはもうずっと座ってたんだけど、そんなことがありました。でもね、結局待てば着くんだなっていうのが分かりましたけど、そういううんちゃんもね、珍しいケースなのかな、普通なのかな、もう海外らしい、出来事がありました。そううんちゃんがね勝手に20分ぐらいいなくなっちゃうっていう、でタバコ吸ってたっていうアクシデントでしたが、着きました。今からね市場散策したいと思います。ここがさっきねなんか貨物列車みたいなやつが走ってた通りなんだけど、ここのサイドにもやっぱりおっちゃんたちが並んで、いろんなね市場の出店みたいなのが並んでるなって感じで、見た感じでね野菜とか果物、あとお花が多いね珍しく。で多分ねこの中がマーケットになるのかな、マップだとアグリチュアルマーケットみたいなになってるんだけど、ちょっと一応この中だと思うんで入ってみます。車でも入れるのすごいね。でもそんなに店の数ってないのかな。サンダルとか、ここはパン屋さんだね。ここもパン屋さんですね。これあれだね、チュルチヘラだね。チュルチヘラ、くるみの周り、ナッツ系の周りにお酒で漬けた生地がまとわりついてるみたいな。あるね、ほらほらジョージアのワインがありますよ。でもねこっちのマーケットあれかも、値札がない。1キロあたりでだいたい4ラリーとか2ラリーとかでさ値札が書いてあるんだけど、こっちはないですね。ぼったくられやすいかもしれないな。ここなんかはあるね。桃2ラリーで安いからちょっと買おうかな。はいはい、今ねとりあえずね桃ちゃん2個、もらいまして、キロあたり2ラリーですごい安かったから 0.8 ラリーで済みました。とりあえずゲットなんでね、他の果物も買ってみようと思います。今なんかね室内ここの通りから入ってきたんだけど、チュルチヘラがいろいろぶら下がってたりとか、ここもなんかよくわかんないナッツとかがありますね。スパイスナッツ系が多いかな。ここは野菜だね。なんかよくわかんない草がたくさん。こっちはなんかトマトとかインゲン豆とかそういった、ものがたくさんありますね。すごいんだけどめちゃめちゃでかいお酒、すごくない？何リッターなんだろうね。5リッターぐらい、5リッターかな。私がね多分クタイ市で買って筋トレしたバトルと同じぐらいなんで、クタイ市とかのマーケット用の何百枚ってぐらいのペットボトル入りのお酒が売ってます。ここら辺も全部ワインだね。ここはもうチルチヘラだね。すごいなんか話しかけてくれる商売上手なおばちゃんたち。でもねなんかそんなゴリゴリじゃないからすごいいいなっていう感じ。This is wine? Vinho. Vinho? Vinho. Xará. チャラ？チャラ？ Chai, madame. ここチャイだって。チャイのお店。なんかほらすごい大忙しのおばちゃんが、私が通る時になんかすごいチャイ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 と声をかけてきますが、それどころじゃないみたいな。一応声かけてみたみたいな感じだと思います。スパイスです。ソルト、スパイスたくさんありますね。野菜があったりだとか、お芋系だね。ここはじゃがいもとか。なんかすごいちょっとね、今までいろんな市場行ってきましたが、変な落ち着きがある。なんか暑苦しくない。今のところまだ桃しか買ってないんだけどね。なんか植物
物園みたいな、ハリー・ポッターに出てくる変な植物がいる温室コーナーみたいなのがあります。温室でもないんですが、なんか雰囲気そんな感じじゃないですか。ほら、お茶はキュウリたくさん買ってます。そうそう、こっちの人たちはこういう夏野菜のキュウリをたくさん買ってるイメージ。はい、漬物、ピクルス、韓国料理みたいなお店がたくさんあります。ニンニク、紫キャベツみたいなものがあったりとか、これもキャベツみたいな塩分好きのおばちゃんたちがほら群がってますね。一応ねこういう感じでお肉とか、お魚売ってますよ。なんかイタリアの国旗が謎にあるんですが、コンビニみたいなのもありますね。すごい、やっぱこっちってさ、自宅で作りましたみたいなのが多いから面白いよね。お漬物シリーズが見たことない水槽みたいなものにほら、多分飼われてるニンニクみたいな感じなのかな。こっちはあれだね、ソーセージとか加工肉のテリトリーっていう感じですね。お米が売ってますね。5ラリ6ラリとかそういう感じで売ってるんだと思います。こういう野菜はやっぱりこっち多いですね。コストコとかも比にならん。なんかね、バトゥーミ見たことないものがたくさんあります。スパイスとかもあるし、こういう感じでなんかよくわかんないバジルみたいな瓶詰めされたものとかもあるし、こっちでいうブレスレット、数珠みたいなものも売ってますね。すごいよここ。人形、そっちかーい。ほら、お酒、これなんだろう、シャンパンみたいな形したものが25ラリ35ラリとかで、わりかし安めに売ってますね。これチャチャなのかな。いろんなフレーバーチャチャあるイメージだけど、なんかやっぱり自家製で角笛があって、これで飲んでくださいみたいなものが、ちらほらありますね。今ね、赤ワインこのおばちゃんのところでちょっと試飲させてもらえるみたいです。マドロバちょっといただいてみます。いただきます。お、結構強い。今ね、おばちゃんがね1リットル単位でしか売ってなかったんだけど、500ミリリットルで入れてくれてます。でね、7ラリって言われてぼったくらいそうになって、5ラリなの知ってるよったら5ラリにしてくれました。一応その相場してないとボラれるんで、5ラリなんでね注意してください。とりあえずね、今もも2個と5ラリでこのワイン、赤ワインもらえたっていう感じです。ワインだとかスパイス、 Yes ヤポニア、 Yes Yes ジャパン Thank you。 ヤポニアって言うとやっぱね、なんかグッドっていうよね。チュルチヘラとワインと果物が多いですね。で今ね、全然違う通りから、外に出ようと思います。なんか可愛らしいマグネットがあったりとかしますね。なんだろう、雑貨屋さんは立ち止まると結構グイグイ来るかなっていうイメージかな。でもチュルチヘラはやっぱ中にナッツが入ってる、くるみとかがね入ってるから、あんまり甘くなくて程よい感じでした。このチュルチヘラジョージア発祥だけど、一応ロシアとかね他の国でも見られるみたいです。市場でなんか今外に来たけど、あとはもう特にめちゃめちゃなんかジョージアらしい珍しいものとかはないかな。なんかこういうよくわかんないすっごいゴミ取れそうなほうきがあったりとかするんですが、あとはもうこっちにね日用品とかはね、特にないかな。はいはい、今ね、あれなんか曇ってる。はいはい、今ねおっちゃんのところでね、3ラリ分ラフランス洋梨お願いしたら6個くれました。なんで今ねワインとかと桃と洋梨があるっていうような感じです。今の市場の向かいの通りにもこういう感じで野菜とかいろいろあるんだけど、もうちょっと買うもの買ったしいいかなっていうような感じなんで、もうちょっとバスに乗ってねホステル方面戻りたいと思います。はい、ではまた。はい、今ね旧市街ホステル周辺まで着きました。今もうねこんな感じでなんか腕筋トレみたいな感じになっているんですが、ちょっとホステル帰って今も16時半なんで、多分19時半は20時とかかな、サンセット見に行けたらなと思います。とりあえずねホステルで休んできます。それではまた。せーの。はい、ちょっとサプライズなんですけどね、さっきね午前中、17時ちょっと前ぐらいに1回ホステルに帰ったじゃないですか。でゆっくりしてて、今ね19時半ちょっと過ぎぐらいでもう20時になるんだけど、気になりますよねこの方この方なんとね、私今泊まってるホステルで働いてるジョージア在住のね1個下の女の子なんだけど、はるかちゃんです。こんにちは。皆さんこんにちは。女の子一人でね、しかも在住でね戦ってる女の子には初めて会ったわけですよ。でなかなか私の3倍ぐらいぶっ飛んでるわけですよ。でめっちゃ面白いの。ちなみにね、はるかちゃん YouTube やってます。で書道をやってるんですよね。そうです。書道とそうタトゥーやってます。そうだタトゥーもね、彫ってます。すごいうまいの。で私もびっくりしたのがね、ここのホステルの結構上のなんか地位にいるみたいなもう感じなんですよ。仕切っちゃってるみたいな。昨日私チェックインしてから日本人ですかって感じで私のパスポート見て、で私もびっくりして、なんかお互いなんかホッとしちゃって、はるかちゃんもここのホステルのね働いててすごくいろいろ鬱憤が溜まってたみたいで、それを昨日ぶちまけられたんですよ。本当にそうすごいなんかね、私も個人的にめちゃめちゃ楽しく今過ごさせてもらってて感謝してるんですが、今こっちにもねあるんだけど、はるかちゃんが描いたねこういうアートもあるんですよ。すごいよね。書いたんですよね。すごすぎ。この下のね、私には絶対描けないようなアート精神あふれる絵、ほんですごいよね。こんな感じでね、結構素敵なアート精神をお持ちの方で、そうホステルの名前がハーモニーホステル。ぜひ来てみてください。ぜひバットゥメに来たらハーモニーホステルで日本人の皆さんお待ちしてます。やっぱり日本人の皆様会いたいので来てください。来てください。一応言っとかないといけないけど、悪い面とかありますか？たまに若干差別みたいなこと言われてムカつくなみたいな、どこでもあると思うんですけど、確かにね、私も東南アジアとかアジア圏回ってきた時よりかは、ジョージアに来るとちょっと人種差別チックなことがあったりは実際します。そういった環境でねもう1年以上過ごしてるはるかちゃんが言うのは間違いないことで、いいとこもあるけど、すごい魅力はある。なんかずっとねいいところってホス
テル紹介してるとね、みんな本当かよと思うかもしれないから、一応ね一番知ってる方にねそういった意見も聞かせてもらって、あ、そういう一面もあるんだなって感じで勉強させてもらってます。一応ねここのホステルハーモニーホステルって言って、多分バットミで一番安い。まあ安い方、安くてそこそこの清潔感求めるんだったらここが最低ライン。温水シャワーも出ます。あ、そう出ます出ます。タオルも貸してくれます。そうちょっと汚いけどね、最低限大丈夫。バックパッカーとしてできるだけ安く済ませたい、でこういうローカル感、こういうチルスペースなんかもあるんだけど、ローカル感好きな方なんかは結構いいと思います。何事もねストレスが起こらなければ平和な街ではあります。私がただ今個人的な鬱憤が溜まってるってだけで結構溜まってるみたい。結構いっぱい溜まってすごい。だから本当来てくれて本当に助かった。ぜひね興味ある方、概要欄にね YouTube 貼っておくので、ぜひフォローしてみてください。そんな感じでね、今日の日没サンセットが20時20分とかあったんだけど、今行けばちょうどいいぐらいだと思うんで、はるかちゃんとね今一緒に行きたいと思います。行ってきます。行ってきます。はいはい、今ね飲料を買いにコンビニに入ったんだけど、絶対現地の人とか住んでないと分かんないよなっていう情報をね今ちょっとちらほら聞いてて、みんな知りたい情報かもなと思ったから一応共有しておきますね。はい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 ちゃんとはい言ってくれる。これが私の一押しのレモネードってジョージア全部レモネードって言うんですよ、タラゴンっていう薬草みたいなちょっと癖あるやつなんで、ちょっと後で試してもらいたいな。オッケー。これは普通にオレンジだけど、レモネードここに書いてありますね。レモナです。レモナティってそうジョージア語でレモネードなんで、これが普通のただのボルジョミっていうジョージアで有名な炭酸水、鍋なんてこれ日本でもこれ最近売ってるらしいです。あ、そうなんだ。多分カビディみたいなところに入るんですよ。ああ、なるほど。ちょっと見かけたら皆さん買ってみてください。でこれがなんだっけ。これがボルジョミ。結構ボトルが好きで私、あー映えるんですよ。確かに確かに。お菓子のおすすめとかあります？私のおすすめはですね、これピーナッツからできてて、京都とかのお茶菓子、抹茶のなんか横についてくるお茶菓子みたいな感じの、本当に和菓子みたいな味です。紅茶とかとおすすめ。あとこれもおすすめです。これもピーナッツからできてて、見たことあるこれ。そう、これ雷おこしみたいな感じ。皆さんちょっと見かけて日本恋しくなったらね、ぜひ買ってみてください。なんかこうやってやっぱり現地のね情報を教えてくれるとめちゃめちゃありがたいです。ちょっとこのままね海の方行きたいと思います。はい、着きましたよ。わー、でかい。久々に見た。あ、久々なんですか？最近見に行ってなくて。待って、なんか今の私たちエモくない？やばーすごいよ。綺麗。私初めて見たかも、このでかい太陽。これでかいですよね。でかいでかいでかい。何このおじさんすごい優雅。皆さんに共有します。沈む前の直前のめちゃめちゃ綺麗な夕日です。これたまたまこんな大きいんですか？僕最近でかかったのかもしれないけど、私の心の余裕がなさすぎて見てなくて。めっちゃストレス溜まってる。うわー、あ、でも早い沈んじゃうの。いや、見せろって感じですよね。夕日に当たってる私たちを拝んでください。逆にこれはやばい。綺麗。バイバイ。皆さん見てください。ストレスが溜まった少女。心が現れた。本当によかったバツ目にいて。よかったバツ目にいてが一番私も嬉しいかも。うわー、皆さんもいなくなっちゃいました。夕日がすごいいいタイミング。超綺麗。あ、でも赤くなってる。まだやっぱサンセット時も人多いですね。確かに。うわー、すごい綺麗。ほらみんな。うわー、パラセーリングめっちゃ良さそう。あれ1回いくらぐらいなんだろう。桜リってこの前中国人の子が言ってたから、なんか遊覧船的なやつが、だから多分そんな高くないんじゃない？ 6000弱とかそんぐらいか、みたいですよ。皆さん宿泊客曰く何かしらのボートは100ラリで、乗れたみたいです。はい。あ、そうそう、さっきねはるかちゃんがねお金出してくれました。皆さん大した金額じゃいや、そんな私嬉しいんです、はい、私が払おうと思ったんですが払ってくれました。全然頭上がんないです本当に。ここで私たちは今からね女子会したいと思いますんで、またね。はい、女子会開いてたらね、もうすっかりね夕日も沈んでしまいました。一応ちょっとね今どんな感じかなっていう感じでおじさんのヌード見てますねこんな感じです。ほら、おじさんまでもエモい。でもまだ綺麗だね。はるかちゃんが発見してくれたんですが、あそこにいる方たちね、パソコンでマウスまで持ってきて作業してます。こんなとこでねいろんな方がいて面白いですよ。で今ちょっとね私たちの顔も全然ちょっとね映らなくなってきちゃってるんだけど、最初に言ったじゃないですか、4エリアで分かれるよって。キラキラバトミ、シーサイドエリア、旧市街、一番方面で分かれるんだけど、キラキラバトミまだね紹介してないんで、夜すごい綺麗らしいから、そっちもちょっと行ってみようと思います。行きましょう。はい、ではまた。はい、今ね最初に通ってたブルーバードなんたらっていう通りに来てるんですが、これヤシの木みたいな木々たちがねライトアップされてます。私いつもあそこでバレーボールしてるんです。ローカルに混じって。
ジョージアサッカーめっちゃ有名。バレーボールはバタミ限定なんですけど、コートとかもあって、結構あれ中学校とか高校生、あれちっちゃい子とかも大人に混じってやるんです。みんなしごかれながら、みんなしごかれながら、みんないちいち文句言いながらやってはい、今ね10分ぐらいかな、歩いてきたらこんな感じでちょっとねキラキラしてきましたよ皆さん。あれは逆バンジーですね。中央アジア圏からやっぱこういうねストラックアウト的なサッカーが多いです。でジョージアもあります。恥ずかしながら知らなかったんですが、ジョージアはねやっぱサッカーがすごい人気みたいですよ。おーすごいすごい。 VR もあららら、ちょっとこっちは大人の世界ですね。何を見てるんでしょうか。ちょっとガヤガヤしてきた。よく見たら誰もいないみたいなね、ジョージアあるある。よく見たら誰もいないジョージアあるあるらしい。はい、今ね面白いなと思ったのが、すごいやっぱりリゾート街で栄えてて何でもかんでもね整ってるなって感じだったんだけど、いきなりこういう中途半端なものが出てくるんですよっていうね説明を受けて、このビルも今も工事してるんだけど、これがねもう本当に何年もずっと工事中みたいで、結構一回工事するとね長いみたいです。もう終わらないですね、基本的に工事はジョージア。はい、今ねキラキラエリアに連れてきてもらいました。すごくない？夜来て正解かも。なんかねベストショットエリアとかもねはるかちゃん教えてくれるからマジで助かってます。いきなりですよ本当にキラキラした、バトミーが出てきました。で今ここのね道まっすぐ行って向こうのキラキラエリアの方を案内してくれるみたいです。行ってみます。すごい真っ黒クロスケがいましたよ皆さん。ほらかわいいジョージア犬ですよ皆さん。バトミ犬ですはい、なんか臭いのを足にへばりつけられてます。見てください、女の足に挟まれる犬はい、今ねはるかちゃんがねいいロケーションをね教えてくれてまして、ちょうどね綺麗に見える橋があるんだって。で今そこをね登っていってる感じです。でそこの橋の上から、皆様にねキラキラワタミをお見せしようかなと思います。ここ近辺でねはるかちゃん書道やったみたいで、そういうイベントを結構ねここら辺もすごい詳しいですよ。おりょ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 、皆さん見てください、交通量もすごい。でもジョージアこれです。これぞジョージア渋滞。迂回ルートとかがないからみんな同じ道しかないから、なるほどね、ジョージアの渋滞問題マジで本当にどうにかしてほしいらしいですよ皆さん。意外ですやばい。ね新宿みたい、マジで渋滞。これ平日だよ。上から皆さんにお見せします。このような感じでよくわかんない高層ビルたちがはい並んでいます。橋の上からの景色です。はあ、アートチックな丸い建物はやっぱり旧ソ連軍の、国っぽいですね。ちょっと知ってる風に語ってますが特にそんな知識はありません。はい、私のね突然のガイドですよなんか現地ガイドみたいなやり方してる。現地ガイドでも本当に詳しいの。やっぱね長いこと住んでたりすると、しかも本当にバトミに住んでるからさ、私だったらさっきの通り適当にさ進んでって、なんかここから見る景色綺麗見てください皆さん多分やってたけど、本当にねめっちゃ綺麗な通りをね紹介してくれるから間違いないの。そうバトミね夏以外とかマジで閑散期間になっちゃうから本当に何もないらしいよ。何もないんやったよ。だけどその代わり家賃とかめっちゃ下がるから、それを狙ってくる人とかもいるらしい。ノマドワーカーとかはじゃあそっちの方がいいのか。そうだからこういうマンションとかの家賃も下がるから、でなんか贅沢みたいなけどずっと雨みたいな。なるほどね。で今私の目の前ね、はい、このような感じで、あれなんだろう、ラマダって何ですか皆さん。なんかのショッピングモールかな。何なんだろうみたいな。何なんでしょうかね。本当によくわからない建物が多いですよ。本当に住みたいとは思いませんが眺めてると綺麗です。でもすごいやっぱり旧市街との差がこんなに映えてますよ。ドバイですって感じ。ドバイです。ボタニカルスクエアでしょうか。キラキラエリアマジで夜に来てよかった。これ謎なんだけどな。しかもここ充電できるっていう。もう全てがチルですね。なんか都会っ子みたい。やっほー。はいはい、お前ら今どこにいるんだよって感じですよねさっきのキラキラエリアからね、また旧ソ連の街みたいな、本当にロシア感があふれるなんか団地街みたいなところに連れてきてもらいました。一応ね携帯の方でも撮るんで、そっちなんか綺麗に映るかもしれないんで、そっちもね一応ちょっと見てみてくださいな。見てください。皆さんに伝わるでしょうか、この旧ソ連軍の建物感で。今ねここにはちょっとした池みたいな噴水みたいなものがありまして、ここを右に行きますと、なんとですよ、私初めて見たんですが、これマクドナルドみたいです。皆さんもうマックが超遅い、本当に遅い。ちょっとなんか1個買おうかな。全然来ない接客とかも綺麗だし、結構クオリティは高い気がする。これが今ね反対側から撮ってるマックなんですが、周辺にねぐるーっと車が並んでて、ドライブスルーもすごい激混みみたいで、聞いたところね従業員の数もすごくて回ってないみたいです。というわけでこちらのね旧ソ連感が残るエリアでした。すごい今ねおすすめのチキン屋さんねおすすめしてもらってるんだけど、ジョージア語をねはるかちゃん喋れるんですよ。オスタオレ22ラリーです。おすごい。中で多分切る。へー。
これで22ラリー食べれるんですか？すごい。マドラマドラバわあ、うまそう。オーツダオリ、オーツダオリ。私にはさっぱりなんて言ってるか皆さん分かりませんよ、本当に。いくらかみたいな。24ラリか。22だよ。これさ、私はるかちゃんいなかったらボラれるかもしれない。はい、今ねチキンここで22ラリーでね買わせてもらいました。カフェバトゥミでした。バイ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 。いや、はるかちゃんバイバイ、こっち側こっち側。私何て言ってるか分かんなかったんだけど、ずっとねこっちの言語でね会話してました。あ、もう私たちの顔が見えなくなってしまったので、こんな感じでね、一応さっきカメラ外でパンも買ったんだけど、パンとチキンを、ホステルでね一緒に食べたいと思います。はい、ではまた。はい、今ね、ホステルね着きまして、一応共有エリアがね誰もいなかったんで一緒にねここでご飯食べます。一応今セッティングしたんだけどね、なんか私の動画史上初女子会らしくなりました。まあ実際本当に女子会みたいなの初めてなんでね、急遽女子会をね今回開くという感じでセッティングしたの見てください。じゃじゃーん。ちょっと私だけね今日市場で買ったワインね飲ませていただくんですけれども、めちゃめちゃ本当は飲むんですけど、今そう、はるかちゃんね禁酒中です。その中私飲ませていただけるというちょっと大変ね気まずい感じなんですがでね、これがね買ったチキンのセットですね。なんかオニオンとか、あと私とはるかちゃん大好きでよかったんだけど、パクチーがね入ってまして、チリがあります、ここら辺に。ほらで、桃はね大丈夫そうだったんだけど、正面の感じ伝わるか分かんないけど洋梨がちょっと傷んでますが、でこれがねチキンのパイで、これがごまパンなんだごまパンみたいなやつですごまパンです。そんな感じでね、ちょっとこれ、食べていきます。それではいただきます。でちょっとごめんなさい、私だけこれですか。お疲れ様です。乾杯。うまいよ。今日実際ちょっとパフォーマンスです。パフォーマンス。はい、こんなアクシデントなんかもありますが、これが旅ですよ。そんな感じでちょっとね一緒に食べていこうと思います。桃からそうです。私はね、そうビタミンから取るみたいです。私タンパク質から取るじゃないですか。こんな大きい1匹分って感じでしたよ。1キロぐらいあるんじゃない？ 1キロぐらいありそう。ほら、足のサイズぐらいあります。ちなみに私の足のサイズ27センチですよ。和田アキ子が26.5センチ。だいたいね幅の広い階段こうやって歩かないといけないの。ちょっとこのチキンいただきます。美味しそう。やりたかっただけ。多分私の顔にピント合ってますよ今の。あ、でもなんか地味にペッパー効いてますよ。美味しい美味しい。骨で出汁とか取れるよ。ジョージアで本当こういう思考になっちゃうから本当に嫌だ。骨に出し取れるらしい。そうそう、こんなこと考えちゃうの本当に嫌だ。まあこんな感じでね、私たちここで女子会していくんで、この動画はね、この辺でカットしようと思います。今日の動画はね、バトミ飛び出しから260キロも離れている、黒海がね見えるところに来てみたんですが、キラキラエリア、旧市街、市場エリア、シーサイドエリア、この4つのエリアをね比較してみて、私思ったのが、最後に見せてもらったキラキラエリア、知ってる人からね教えてもらった分、いろいろねここの角度から見るとこう見えるんだとかね、一見めっちゃキラキラしてんなと思って、数分歩いたら今度は旧ソ連感が残る団地街みたいな。やっぱり旧市街とかと比べても同じバトミだとは思えないくらい企画ができるから、すごい歩いてて面白かったです。でジョージア史上初のハイライトが日本人女性にね会えて、しかもめちゃめちゃクレイジーな子だったというそんな感じです。まあこんな感じでね、動画はこの辺でバイバイするんで、はるかちゃんのねクレイジーチャンネルも登録してください。お願いします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ、またね。Never really know what's going on. Look at me sometimes.